はい、お疲れ様です。前回は、短かったですけど、シル80のエンジンのオーバーホール編を見ていただいたと思うんですが、ご覧の通り、無事、車検通りました。室内も若干ですけど、綺麗にして、こんなで今、通勤してます。ホイールも、履きたかった15インチの SSR のメッシュのやつですけど、こんな履いて、気持ち、旧車チックにはなったかなって感じなところです。おそらくもう1000キロは走っとると思うんで、鳴らしが終わってます。もうじきちょっと美北に行ってこいつで走ってみようかなと思います。なのでこの動画が先に上がっとるか美北の動画が上がっとるかはちょっとわからんですけど、またそちらも見ていただけたらと思います。前回作ったこのレビンと今回できたシル80で、2台できたところなんですけど、今回はですね、皆さんが待ちに待った、86編ということで、86の箱が段取りできました。こちらです。なんとか書類ありの箱でございます。手に入りました。パッと見は綺麗に見えると思うんですけど、よいしょ。実際はよく見るとですね、傷んでます。この前のオーナーさんが頑張って切って貼ってしてくれとるところが多数あるんですけど、こういう感じですね。これをこのまま活かして使おうかちょっと悩んでるところですが、他にもですね、直すところが結構たくさんあって、そこまで手が回らんかもしれません。この足回りは黒いトレノの足回りをとりあえずつけて転がるようにしてあります。なので、箱だけということなんで、もちろん車内も何一つ物はついておりません。こうやって見るとまだ全然生きたボディですよね。だいぶ綺麗に見えます。この辺に比べたらそりゃそうですよね。でですね、皆さん3ドアを期待しとったと思うんですけど、ごめんなさい。2ドアしか見つけることができませんでした。自分ももう3ドアを作る気満々ではいたんですけど、なかなか3ドアの所割が見つからんくってですね、仕方なくじゃないですけど用意できたのが2ドアの箱です。また2ドアかよって思うかもしれないんですけど、勘弁してください。自分は2ドアの方が好みなんで、このまま行きましょう。で、これまたなかなかすごいことがしてあってですね、この中身はですね、ないんですね。トランクがカットしてあります。なので一応この86は街乗りしたいがために、もう一台作ろうという気になって作る86ですんで、さすがにトランクは必要ですよね。軽量化にはいいかもしれませんけど、このままじゃ夏も冬も走れないんで、ここをどうやって直そうかなと思っとるところです。傷んでますんで、この辺も頑張って直さんといけないんですけど、これ直すにどれくらいかかるかですね。ボディ作りからしようと思いますんで、結構な時間かかると思います。なのでぼちぼち見てもらえたらいいかなと思います。ならこのボディをですね、中入れて作業していきましょうか。はい。なら、車も中に入れときました。外は夜になってしまいましたね。なのでまたここでこのボディを直していくわけですけど、溶接の作業がメインになると思うんで、やっぱり狭いですね。で、飯食ってゆっくりしとったところなんですけど、ちょっと大事なことを言っとかないと
休日整備小屋のチャンネルですけど、おかげさまでたくさんの方に見てもらえてですね、とても嬉しく思っております。この休日整備小屋の動画ですけど、なんとですね、TikTok にも上がっております。嬉しいことにですね、フォロワーが、3760人と、たくさんの方に登録していただいておりまして、動画もぼちぼち伸びとって、コメントも、たくさんいただいておりまして、大変嬉しく思います。通報。それじゃあね、通報しましょうかね。こちらのアカウントですけど、私じゃありません。要は、無断転載の動画になります。数日前に気づきましてですね、あれよあれよという間に登録者が数千人増えていってですね、この3700人余りの方もですね、おそらく本人だと思って登録してくださってると思うんで、本人じゃありませんよということでご報告です。なのでコメントをしてくださってる方にですね、返せないっていうのが申し訳なく感じてですね、YouTube の方ではコメントくださったら 100% 返しますんで、なのでね、こちらは通報させていただきます。せっかくこの4000人近く登録してくださったんですけど、申し訳ないですが。それはちょっとね、世間は許し。なので、この休日整備小屋の動画は YouTube にしか上がっておりませんので、専用アカウントを、Twitter だったり、X ですか。TikTok や Instagram 等やっておりませんので、もし他のところで見かけましたらですね、教えていただけると助かります。通報しときましたんで、おそらくこの動画が上がる頃には TikTok のアカウントはなくなってくれてるはずです。そうじゃないと困りますね。ということで、今回はこのボディが用意できたよっていう報告だけになりますけど、一旦ここで終了とさせていただきます。次回からこちらのボディ頑張って直していきますんで、ちょっと時間がかかると思いますけど、気長に待ってもらえたらと思います。ならちょっと短いですけど、今回はここまでで、また次回の動画でお会いしましょう。